はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネル。はい。よはい、皆様よろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、私のところはですね、お盆が7月のお盆ですね。うん。うん、7月のお盆で、やはりいろんな方が来られたみたいで、ああ、そうでうすか。ん、なんかね、お仏壇にちょっと手を合わせてみたら、うん。顔が浮かんできたんですね。おー、そうなんですね。うん、顔が浮かんできたってことは来ておられるってことなんだなと思ってね。はい、はい。うん、あ、来ておられるよとかね、言ってましてね。うーん。だからやっぱしね、親戚でやっぱし、ちょっとね、やっぱ具合が悪くなる方もおられるんですね。うーん。なんかそういう時ってね、やはりね、まあそういう人がなんかついたか、またはなんかこう警告か教えてくれてんだろうと思うんですけどね。そうなんでしょうね。うん、これからね、8月の分の方がほとんどかと思いますけども、はい。先祖の方、いろんな方が来られるかもしれませんので、そのええ、時にはどうかね、心をね、あんまりこう暗い方向に向けないでくださいね。はい。うん、心をそう。暗い方向に向けると、うん。もしね、その家族の方とか先祖の方が暗いところにもし落ちていっておられるんだったら、うん。ポッとこうつくことになりますのでね。ああ、なるほどね。同うん、通するんですよね。同通していくんですね。うん。波長同通の法はい。則がありましてね。そうですね。ですから、なるべくね、お盆はね、なるべく明るく、そして、縁ある方に感謝をね、するといううん。形取っていただくと、そういった、まあ、憑依っていうのがなくなっていきますので、はい。いいかと思います。感謝を忘れないでくださいね。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、それではね、ちょっと先ほどから来ておられますので、お話を聞いてみたいと思います。では、霊的にですね、来ておられますので、お話聞いてみたいと思います。はい。はい、それでは、エレナさん、準備お願いします。はい。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお待たせいたしました。先ほどからおいでいただきまして、本当にありがとうございます。お言葉いただければと思います。どうかエレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。森光子です。あ、森光子様おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい、久しぶりでございます。お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。そうですね。人生を、うーん、終わってみるとね、地上での人生だったということをね、振り返ってみたときに、楽しかったなということばっかりが思い出せるんですね。そりゃ厳しいこともありました。辛いこともあったけれどもね、生きてる時にはそれは辛いと感じていたかもしれないんだけれど、後からそれを思い起こした時に、やはりね、それは何かこう、自分がさらに成長するための、すごく輝いた時間だったんだなっていうふうに思うんですよ。だからそれが楽しい思い出になって浮かび上がってくるんですね。嬉しい思い出。そんな風に見えてきたりします。そして生きてる時に嬉しい、楽しいって思ったことは、こちらから振り返ってみたら、確かにそれは嬉しい、楽しいことではあったけれど、色合いで言うとちょっと薄いピンク色のような、そんな感じ。でも、厳しかったことや辛かったことは、色合いの濃いピンクに見えてくるんですよ。あ、ちょうど桜の花のような花びらの外側のうっすらした
花びらの色や、中ほどのちょっと色の濃いめの、花びらの色のような、そういった色のグラデーションがあるというか、どの思い出も、本当はいいことばっかりだったんだなって思えるようになりました。でもきっとその生きてた時の私っていうのは、辛いこともあったし、嫌なこともあったし、そんな風に思ってたんだなっていうのが、今はもう、そんな風に感じていない、ですけれど、生きてる時って辛いんですよ。いろんなことがあって。まあ、肉体があるから、そうね、それなりの感じ方をしていると思いますけれど、どうしてこんな苦労をしなきゃならないんだろうとか、思うことはあったと思います。でも、今振り返ってみるとね、それはもう、本当に色の濃い桜の花びらの、本当に、一番色合いの深いところ、そういうところを生きてたんだなっていう、そんな風に見えてくるんですよ。それで、色の薄いところも、色の濃いところも、両方あってよかったなって。桜の花がすごく、色のグラデーションが出て、とても綺麗な花になっているように思うんですよ。なんかそんな感じ。だからね、人生いろいろあるけれど、苦しい時には自分の学びの時で、その時にこそ人は何か色の濃い体験をするんだと思うんですね。そんな風に考えてみて、辛い時も苦しい時も本当は輝いてるんだよっていうことを私は伝えたいと思います。地上に生きてるからこそ体験できること。本当に貴重な時間だったと思います。その花を持ってこちらに帰ってくるんですよ。そして自分の生きた人生がどのような花を咲かせているのかというのを後になって知ることになる。そう思っています。だから、どの人も、すべての人が本当は素晴らしい人生を生きているし、嬉しいことや辛いことやいろいろあっても、それらがあるから、花の色がいろいろにグラデーションがついて、とても綺麗な花になるんだっていうことを覚えていてくださいね。後できっとわかりますよ。それを伝えに来ました。はい、ありがとうございます。はい。はい。人生でいろんなことあるときに、苦しいときに、ついつい、なんて言いますかね、人を恨んでみたり、世の中を恨んでみたり、うん、悪いこといっぱい出てきたりしますよね。はい。うん、その時はもう本当に真っ暗くなるんじゃないかろうかと思うんですけども、まあうん。そういう時に、その厳しい時にどのように考えたらいいのか、よかったら教えていただければと思います。お願いいたします。だから今私が話したのは、そのうん、厳しい時にこそ今学びなんだと。今こそ自分が成長する時だし、輝ける時なんだっていうふうに思ってみてほしいんですね。うん、その苦しい三次元の現状というのは、すぐさまそれがなくなるということはないかもしれません。だけれども、それをこそ体験し、学ぶために今地上に生きてるんだと思って、目の前のことに一つ一つ問題を解いていく。それが、うん、いいんだと思うんですね。一人一人問題が違うと思うので、人間関係だったり、お金の問題だったり、いろいろな教育の問題だったり、ね、心の問題、親子の問題、いろんな問題があると思うので、
その一つ一つの中に実際に苦しみはあると思います。でもその苦しみがあるからこそ、何かを自分に教えようと今してくれているんだって思ってみてほしいんですよ。きっと自分に学ぶべきことがあって、それが必要だから、今の自分に必要だから、この現状が起きてきているんだって思ってね、絶対に自分を罰するために、ね、罰ゲームのように起きてきているんじゃないんだと、学びのためにあるんだっていうふうに思ってみれば、少し考え方も変わると思います。そんなふうにして乗り越えてほしいと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。考え方を変えることによって乗り越えることができると思います。はい。どうもありがとうございました。はい。しっかりと綺麗なバラの花、または桜の花を作っていきたいと思います。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。エレナさん。はい。はい。今ですね、森光子さんが言われたように、何かを学べと言われてるんですね。うん。で、そのためにはどうしても必要なことがあるんですよ。はい、はい。うん。3次元で、いろんなことが起きて苦しんで、それから学べって言われても、どうしていいか分かんないんですよね。う何をん。学んでいいか分かんないんですよ。はい。何度も何度もやるうちにもうクタクタになったりとか、うん。ね、白旗あげてみたらなんか学ぶことができたりとか、いろいろあるかもしれませんけども、うん。意外とやり方の共通点って言いますかね。はい。それは今自分が何を考えてるのかっていう、その考えてること、うん。まずそこを知ることなんですね。考えていることを知る。そうです。いろんな出来事が起きた時に自分の心がどのようなことを思ってるのか、はい。何を考えてるのか。うん。ここにヒントがあるんですよ。今、その何かを学べっていう、その何かを学べっていうのは、その自分の心の動きにあるんですね。うーん。で、その、できてきた、出た、その現象にあるんじゃないんですね。うん。あ、現象にあるわけじゃない。現象は自分の心の動くきっかけを作ってくれたんですね。うーん。はい、はい。うん、ですから、例えば家族の問題でも何か問題が起きて大変なことが起きたって、うん。その問題が起きた時に自分の心がどう動いたかなんですね。はい。うん、ここを見るんですよ。だうから、ん。例えば子供の問題とかね、親の問題あるかもしれませんけど、それは三次元的な問題として出てきて、うん。そして自分の心が動くためにあったと思ったらいいですね。うん。で、自分の心が動いた、その動いた内容を見れば、もうこの問題はきっかけですから、うん。三次元では大変なことかもしれません。何が何でも片付けなくちゃいけないことかもしれませんけど、まそうです。ずは自分の心の中に動いたもの、うん。そこから自分自身の中に入っていくんですね。相手ではなくて。うーん。あの人が悪いっていう、じゃなくて、うん。自分の心の中に入っていく。はい。うん。その何を思ったかを概念で使って掴むんですね。例えば、裁きとか、うん。恨みとかいっぱいあるかもしれませんけどね。疑はい。問とか。でそうん。れをそのまま自分に当てはめるんです。うん。うん。自分のどこが、自分が、どこを自分を裁いてんだろうとかね。どこを自分を恨んでるんだろうとか。自分のはい。人生を恨んだりすることがありますんでね。うん。自分のことはどこを疑ってんだろうかとかね。うん。その出てきた概念でもって自分を見てください。うん。そう概念。するとそこにずーっといろんなものが出てきてくると思うんですよ。はい。その中を深く掘っていくと何か考え方がちょっと間違ったところがあったりするんですね。はーい。うん、心の中にこうなんて言いますかね。まあ両親に照らし合わせてみたらちょっと違うかなっていうのがあると思うんですよ。うん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 。もし仏法真理をね、学んだ方がおられれば、その仏法真理で見ていただければいいと思いますけども、仏法真理学んでない方は、自分の心の中にある良心、良き心ですね。そはい。れで見ていただくと、意外とね、ああ、これは違ったかなって、こういうふうに考えたらよかったかなとか、あると思うんです。うん、なるほど。そこを解くことができたら、この三次元の問題がいつの間にか片付くんですよね。うん、不思議ですね。とか答えがポンと出てきたりするんですね。
うん。本当に不思議なんですよ。うで、ん。3次元の現象はそんなに変わらなくても大きな問題として受け止めなくなるとかね。ううん。ん。確かに。そういうね、いろんなことが意外と奇跡みたいなのが起きますのでね、はい。しっかりね、学んでいただきたいと思います。うん。うん。すべては自分の心の中にあるものが表面化してます。はい。何を学べとか言われるものが表に出てくると思ったらいいですね。うん。うん。中にはね、この自分の個人的な問題だけじゃなくて、社会全体の問題っていうのもあるかもしれません。これは自分ではどうすることもできないかもしれませんけども、それに対する考え方っていうのは、個人では変えることができますね。うん。うんそれに対する考え方ね。うんううんん。そしてその考え方がより神に近くなってくると、天上界の方のそのランクって言いますかね、こうランクって言っちゃいけませんよね。その悟りのその上下って言いますか、そこの自分のあったところに行くことになります。う悪いん。ことを考えると悪い世界の方に入っていきますね。まあああ、暗い世界になそうですよね。りますね。はい。非常に単純ですね。うん。うんそうですね。ですね。うん。だから良心ということを考えて、良心に照らせってなってくると、まあ、5次元の善人会みたいなところになってくると思います。仏法真理とかね、人類の、未来とか考えられてくると、もっとこう上の方に上がってくることになりますね。うん。はい。恨み心とか言うとね、暗くなりますね。もう言っただけで暗くなりますよね。そうです裁きとかね、ね。言ったらもう戦いの世界になりますよね。うあれは許ん。さんで間違ってるんだとか言い始めると、もう完全に戦いの世界になりますね。ううんん。まあ、そういった自分の心の中を見ていただければというふうに思います。はい。そうでうんすね。ねうん。森光子さん来ていただきましたんでね、綺麗な、振り返ってみたら、自分の人生が綺麗な花であったらいいなと思いますね。そうですね。うん、後から必ずそれがわかるみたいですけど、ですね。うん。生きてるうちにね、知れたらうん、知ってよかったなと思いますね。ですね。うん。うん。まあ、こうやってね、ヒントくれますのでね、そしはい。てね、仏法真理というのが今説かれてますので、それを学んで、その色をね、黄金色に変えることもできるかなと思いますね。うん、確かに。うん。うん、愛を学べば白いくなりますね。はい。秩序を学べば、うん、何ですかね。紫ですかね。秩序。紫とかね。はい。うん。知恵を学べば青ですかね。青くなる。うん。うん。戦いは赤くなりますね。そうですね。赤くなりますね。はい。科学技術が、シルバーですかね。シルバー。うん。はい。そのようにね、いろんな色があると思います。ですから人生の中でいろんなものを学ぶことによって、その虹色に輝く様々な色にね、なることができると思います。そしてベースに仏法真理っていうね、黄金の光があれば、綺麗な光になるんじゃないかなと思います。そうですね。うさあ、ん。自分の心が何色か、帰ってみたらわかると思います。今はちょっと帰って難しいかもみたら、しれない。こんなこと言ってる私も真っ黒だったりしてね。何色でしょうね、本当に。うん、何色でしょう楽しね。み。はい。あの世に帰ったらもう丸見えみたいですからね。ねもうお互いに、あなたはその色だったのとかね。え。後からわかる。後からわかりますね。ねえ。はい。そうですよ。まあ、肉体がないから、もう霊体だけだから、もうね、ズバリ見えちゃうでしょそうでうね。すね。はい。何色であって、どのくらいのエネルギー量かっていうのはもう丸見えになってくると思います。そうですね。嘘はつけまねせんね。ですね。で、地獄に落ちるなってくる手は、要するにちっちゃくなっていくんですね。はいあちっちゃくなっていくんですね。ちっちゃい世界の中に閉じあ、込められるね、ような形になりますね。ああ、小さくだてうん。硬い感じがしまですね。すね。だから苦うん、しいんですよね。うん、そうですね。まあ、できればね、こう、のびのびと明るくと、ね、はい、そうすると、ふわーっとこう広がって大きくなっていきますんでね。そうですね。そんな風になりたいものです。はい。それでは、自うん、分の魂の色っていうのをイメージしながら生きていくこはい、とができたらいいですね。いいですね。はい。理想の色を目指しましょう。はい。理想の悟りを目指していきましょう。内山さんは理想の色は何色ですか？ やっぱり黄金になりたいですよね。そうですね。やはり主に近づきたいって、一歩でもいいから近づきたいと思いますうね。ん。うん。ですね。
私はもうそういう魂なんですよね。きっとね、ううん、ん。で、そういう、一人でも多くの方はね、一緒にね、行こうやって言ってね、本当に一人でも多くの方とね、行きたいですね。ああ、なるほどね。うん。人をうん誘ってね。そうそう、人を誘って、一人じゃなくてね、もうみんなでね、できれば一人でも多くの方と一緒に行きたいですね。うん、なんかほら、美味しいのがあったら、私一人で行かなくてみんなで行くでしょ。行く。はい。食べに行こうとか言ってね。そっち。さまあ、それはね、三次元的な話なんですが、まあ、とにかく、その悟りという面でね、はい、みんなとね、本当に高めに、登ることができればと思ってます。そうですね。うはい、ん、それでは今日はこれで終わります。はい。はい、どうもありがとうございましありた。がとうございました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。